ました乃木坂工事中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そして乃木坂ちゃんでーす。おい、あら、なんだっけ、なんだそれ。やればできるもん。さあ日村さん、何やるかお願いします。行きましょう。頭脳決定戦。決定戦ということでね、もう3年ぶりの開催ですね。3年ぶりの開催。前回頭脳王に輝いたのは弓木でしたか。和田がずっと頭脳王、中村もあったな。ありました。だけど和田の同級生なんだよな。どんな学校だったの。乃木坂メンバー一斉学力チェック。今回は主要5教科に一般芸能常識問題をプラスした全6教科でテストを実施。合計点数が最も低かったメンバーが4代目頭脳王となります。ただこれは頭がいい本当の頭脳王の上位に入ると単純にクイズ番組とかね、今ああいうのに呼ばれる機会も増えるかもしれませんし。確かに。じゃあまずですね、どっから上位から発表したいと思います。ベスト5からいきたいと思います。うわー、入りたいね。5位入りたいね。誰だろう。もう早速発表しますよ。はい。第5位は中西アルノ。入ったー。おめでと中西アルノでございます。う。頭いいんだ。すごいですよ。平均的に点数良くて、数学に関しては1問間違えただけ。数学できるんだ。かっこいい。いいなー。いいなー。やっぱ運動の方はダメでもこっちでこの5位入るってやっぱね。あー、すごい。できるんですよ。数学できるのかっこいいね。本当すっとろいってだけなんだよね。そこだけの才能がなかったけど、あとはどう？でも別に私すっとろいって思ったことなくて。いや、そっちの感想じゃなくてすっとろいなもう。いいよ。さあ4位発表しましょう。全体の4位です。合計得点が67点。おお、はい。ね、中西より2点多いですね。誰だ。滝。あれ、滝って。あれ、滝って頭いいんだ。滝って頭いいんですよ。頭いいんだ。頭いいんですね。頭いいのすごい、かっこいい。4位。4位です。ちょっと嬉しいです。いや、かっこいい。なんかね、絵もうまいしね、鼻ハーモニカもできるし。いや、才能だらけ。塊ですね。嬉しい。かっこいい。じゃあ、ここからがですね、3位だ。同率2位。あ、2位の方でそう、2位が2人人いるんですよ。合計得点71点。高いね、71点。まず1人目、佐藤楓。かっこいい。どうですか。もうなんか5位に入ってなかったから、もう今回はダメだなって思ってベストたので。5から漏れたんだと。はい。ね、運動もすごいしさ。だから普段の動きだけ神様がちょっとしたいたずらしたんだな。何か書けるんだね、人ってね。佐藤楓を表すの多いでしょ。ちょっとやだ。でもすごいな。ただ同率で71点の方がいます。誰なの。ヤクボ。出たー。ヤクボ1位じゃない。1位だと思ってた。ヤクボが1位じゃないんです。ヤクボ悔しい。今回も2位だ。だからヤクボもね、やっぱ平均的にですね、英語も数学も国語も理科社会も全部12、3点台。ただ常識問題が7点です。あれ。やっぱり常識がちょっとないんだな。でも2位ですから。2位だもん。いいよ、いいよ、いいよ。誰がじゃあヤクボを超えた。1位はですね、もう合計得点がですね、2位の71点よりはるか上、83点です。もう一人勝ちだ。池田。いやー、そっか。あ、いたわ。池田がいるわ。池田ですよ。やっぱ芸大はこっちも良かないと入れないですから。いた。つえー。そうです。ありがとうございます。池田に関してはもうぶっちぎりの1位です。いやー、素晴らしい。本当だ。数学に関しては唯一の満点。素晴らしい。すごいな池田。やったな。
嬉しいです。嬉しい。これはいいよ。来ましたよ。さあ、ここからなんですが、頭脳をやりたいとい思いまやー嬉しいな。やっと来たよ本題が。す。そうですね。各教科のですね、まあ誤答ですね。間違いをですね見ていきたいなと。はいまずは国語ですか。国語。こちらの問題ですね。これを読む。あーむずいね。これむずいでしょ。これはですね、あいにくと読みます。あいにく日村は外出中ですなんだね。はい。さあこれの誤答いきましょう。来ました弓木。お選ばれた。弓木の回答こちら。そうそう日村は外出中ですそうそう、日村は外出中なの。なんなのそうそうって。文面でも合ってたし、多分合ってるかなみたいなの。あこういうのでなんか同じ字が続くのあるもん。そうなんですよ。そうそう、日村は意味がわかる。岡本の回答いきましょう。岡本面白そうだな。畜生日村は外出中です誰が言ってんだよこれ。関所日村外出中です。こっちねいろいろあるから。これ自信あったんですよ一番。まあなんか畜生わからないでもないのがなんか。関所日村は外出中ですなのか。そっち日村が畜生なわけじゃない。ないね。大丈夫だよね。さあ柿ですね。今度は柿です。こちらです。はい。あーちょっとむずい。お歳暮。お歳暮ってね、かけって言われるとね。これ。いやわかる。運命もうダブルでいきましたね。行きました。当たったってことです。はい。おじゃあ自信があるという梅。お書いてほしい。いや書いてほしいよ。梅あたりは。大丈夫。書いてほしいよ。絶対大丈夫。梅の回答こちら。5期生からお歳暮をもらうないもんもらっちゃったなこれ。墓になっちゃった。墓もらっちゃったよ。これ火がね土になっちゃった。こっちで覚えちゃってるか。いやでもお歳暮ってに測ってついてたんだなってこの時気づいて、でもそんなことあるかなと思いながら書いたんですけど。ああ、だからもう完全に字が違うんですよ。火がくれるんだよねお歳暮ってね。続いて中村の回答です。あとどういう意味がある。 5期生からお歳暮をもらうだからオツもいらないですよね。「お」が書いてある。おつがいらないね。おつ歳暮。じゃあ続いて井上の回答いきましょう。おまだある。井上。覚えてない。井上の回答こちら。5期生からお歳暮をもらうおぼぼですね。おぼぼもらった。母多いね。おぼぼ。おぼぼ。なんかこのくれるを使うのは分かったんですけど。おぼぼです。でもこっちが完全にお歳暮の棒が先だと思ってました。ああ。そうか。じゃあ続いて筒井行きましょうかね。おまだ。 5期生からお歳暮をもらうお歳なんですか。お歳暮。お歳暮。お歳暮。確かになんか生稲。生稲。ほぼって読もうと思ったんですかね。読もうと思ったね。なんか稲的なやつもらうかなみたいな。お祝いみたいな、稲みたいな。稲もらう。生のね、生稲みたいな。稲ともまたあれか。坂口行きましょう。白いなお歳暮。坂口の回答。5期生からお歳暮をもらうお仏像。なんかもらうんだろうなってのが分かるわね。これなんか贈答品とか混ざったのかな。お仏像ですか。気持ちはわかる。続いては数学日村の体重をキティちゃんやリンゴの重さを絡めて求める問題。落ち着いて計算をすれば答えにたどり着けるのだが、これ正解がこちらです。はい正解ドン。99キロでリンゴ330個分が日村なんだね。ちょっと重いけどね。リアルで言うとちょっと重いよね。分かんない。ここで測ったらもっと重い可能性ある。さあ、はいまずは岡本の回。自信あります。自信あります。自信ある。めっちゃあります。これだって当たってるって思いました。マジで。じゃあ岡本の回答いきましょう。こちら。900キロ。
900キロ900キロでリンゴ9000個9000個もいやいやなんで自信あるんだよ日村さんの体重900キロ900キロだよ90何かって出たら9が書いた記憶はあったので当たってると思ったんですけど。これ普通に考えて人間一人の重さ900キロっておかしいですよわかるでしょさすがに見えてた俺900に900だぞさすがにないだろ続いてカキはいカキの回こちらリンゴ270個分おうカキはですね計算を単純にミスっちゃったんでこれ間違っちゃってるんですよこれただ絵が描いてあるんですよ上に分かりますかね右の方に設楽さんとリンゴとキティって書いてあるんですけど日村さんがですねあ本当だデブおいこいつどこが81キロなんだよこいつ900キロだよ右まんじゅうみたい。一瞬分かんなかったこれ日村さんだってカキやっぱでかいっていうのでキティちゃん30人と設楽さん1人だったらこれくらいかな。でも81キロって書いてるじゃんはい。72キロの設楽さんと81キロの俺で全然違うじゃん絵がここから理科の問題です理科難しそうだな理科まあ理科と言いながらもですね問題こちらでございます、はいこれでもニュースなんかでもなんか聞いたことありますけどもこれ最近の話です2020年にですね千葉で発見された新しい地層の名前これすごいじゃんそれでも千葉出身の子なんかもね5期生なんか山ほどいるしそう正解こちらです千葉にはまあ知らないかまあでも正解率は低かったです実はあそうなんだまあ最近のことなんでこれ岩本の回答ハワイアン千葉ってのいやもうやる気がないだろこれハワイアなんでよ私の知ってる限りの最後案はハワイアンしかなかった。ンハワイアだって千葉で見つかってんだからそうですよね。ン千葉にハワイアン出てきちゃったらおかしいでも千葉にできたかなと思って。まあね続いてリリアちゃんいやじゃあはいリリアちゃんこちらですメリーアンメリーアン出た初代アルフィーだったねだからこの文字を見た瞬間にもうメリアンが流れてきちゃって流れちゃったかもうずっと流れてもう私の思考を阻害するんですよ。なるほどさあ与田の回答まだあるはいリリアンわかる。私ももう迷った。リリアリリアン伊藤リリアがいるからかなだなさあ続いて筒井の回答ダイアンダイヤこいつおいこいつ数を差し差し上げ上げますよもう得点は差し上げません数差し上げますダイヤまあ筒井ダイアンが好きということですかお笑い芸人さん好きだったのでダイアンさんが頭に出てきて出ちゃった千葉でダイヤ見っけちゃったさあ田村の回答いきままだ来るかなんて書いたっけ。エイドリアンいろいろあるなロッキーですすそして神奈川の回答アイアンアンこれは力が最後抜けますよねマンであってほしいですねあそこはアイアンだとちょっと力が抜けちゃうんですよアイアンマンだったらよかったマンだったらいいんですけどアン大喜利面白いですねこれねアン大喜利はね答えやすかったんでしょうかねアイアンアンさあ続いての問題いきますねすごい続いてはこちらですほら食物連鎖ねこのピラミッドを完成させろってことですねああそういうことか食物連鎖を完成させるために以下の空欄を埋める絵を描きなさいこの問題は意外と幅広く正解にしてます要は動物だったらこうなってるとか人間そこに入れたらまた変わるとかなるほどあと海でやる人もいればだからそれは幅広く正解にしてますここははい川崎お川崎の回答こちらですわかんね川崎わかんねこれはもう何を書いたかが分からずに不正解ですあれ人ですかね一番人っぽくないぽいですね。でも4も人っぽいんだよ3は何ですか3は何よ屋上とかに昔あったパンダの
4は何なの？人？なんか虫ですかね。虫ですか？牛と人がもうほぼ一緒なんだよね。残念。残念。はい、井上。井上はこれ見てもらいたいんですけど、シャチ、シャチ。サム、でっかい魚、プランクトン。急だな。これ惜しいんですけど、2番目がサムだから。書かなきゃサメだって分かったんですけど、サムいきなり「はいサム!」ってなっちゃった。あー惜しい。分かんないです。我々が知らないあのぐらいのでかさのサムがいるんですかね。いや可能性あるね。デブです。まだまだあるぞ珍回答。続いては英語。英単語をイラストで書く問題。それぞれの和訳はこちら。さあ、そうなんです。電子レンジのことこんなマイクロウェーブこれでいいんですよ。だから今「へーって言ってる人はもう間違ってると思う。間違えちゃってるもんだから俺。はい、カキ。はい。お、ちょっとカキいきましょう。はい、こちら。出た。うまい。正解な上うまい。うまい。ね、例に描いてる絵みたいで。本パパパって書いてこんなできたんだね。当だよ。梅のジラフ。いきましょう。お、合ってんの。これは何描いたんですかこれ。これキリンです。いや違うなこれ。あそこ書いてねえもん。キリンです。キリンの一番の特徴って何ですか。そうです。違います。ずるいずるい。キリンのあそこ書かないと。首でしょ。いや、書くスペースが狭すぎて。いやキリンのここだけなんで書かねえから。まあ、首が長いって特徴書いてくれりゃ絵が下手でも点あげたかもしれないですけどね。これ何ですか。何書いた鹿とこれ豚とイノシシと混ざったような。いやなんとなくまあ動物だろうな一発目はって思ってで今年辰年だから辰やっ出そう。ぱり竜だ。あ、竜だからか。キリンまでたどり着かなかったんですね。いやまあキリンなんですけど。違います。一応。絶対違います。ヨダのジラフ。ヨダ。このなんすかこれお腹？なんか壁画みたいななんすかこれは。デブです。ひどい。ちょっと待って。デブのことをジラフなんで。なんかイメージ的にジラフって太ってそう。言い方じゃん。もうこもってんじゃん。ジラフ。じゃあ日村はジラフ。ジラフです。なるほどな。この中マジでジラフ俺しかいねえから。あ、だから書いた太ってる人のことで筒井のジラフいきましょう。筒井のジラフ。何震えてんの？なんか人がなんか電気みたいな。この前の筒井が書いたの自分のやつ書いたの。何これ。なんかギラフィーって読んじゃって。あ、ギラ。ギラギラしてるってこと。ギラフィー。ギラギラしてる人。おいあいつギラフィー。っていうこと？キラキラしてるってこと？ギラギラ。小川のジラフ。はい。ギラフィー。ギラフィー。ギラフィー。こっちもギラフィー。これなんですか。ミラーボール的なやつ書いてある。私もやっぱギラギラで。おいマジで？うわすげえな。ギラギラが多いんですよ。ギラギラしちゃうんだ。キリンですからね。キリンです。さあここからはマイクロウェーブオーブンいきましょ電子レンジ。う。はい。はい岡本の何書いたかな。マイクロウェーブオーブン。お。はい。わーい。どういうこと？どういうこと？わーいって人がいっぱい。これ意味がわかりません。ウェーブですか。これマイクロウェーブオーブン。それだけ読めたので。あ、ウェーブでこうなって。ウェーブ。やったね。上手だよ。上手だよね。横見てるしちゃんと。いや上手だね。上手じゃないよ。あの絵の上手さはどうでもいいのよ。違うね。次がですね、向井。これ話聞かないとわかんないんですよ、ね。はい向井。あ、なんですか向井。人が中にいるの。何？これなんすか。陸路おじさんのチーズケーキ。大阪の。なんでマイクロウェーブオーブンがこれ書いてある。マイクロって読むんですか？マイクロ。それが陸路だと思う。マイクロ。リクロ。陸路ってオーブンがおじいさんっていう意味なのかなって思って、陸路おじさんって書いてあるのかと思ってチーズケーキだ。
ああ、そういうことですか。あれはうまいよな。すごいとこまでいったね。まあフレンチフライはほとんどね分かる。これは世界率高いでしょ。そうなんですよ。なのでここ一人だけなんですよ、フレンチフライ。はゆみき先生。あ、待って。い。弓木。私何書いたかな。はい、こちらです。はいどうぞ。フランスから来ちゃった。フレンチフライ。フレンチフレンズだと思ったんですね。フレンチフレンズフランスから来ちゃったって書いてますよ。フランスから来ちゃっフレンチフレンた。ズ。だから突然来ちゃったんでしょうね。フランスから来ちゃっおー、フレンチフレンズ。た。フレンチフライですよ。そうですよね。なんか私ジュラーフジラフ。分かってて、私ジラフだけ正解してるんですよ。あ、本英語の動物の中でアリゲーターとジラーフだけは覚えてるんです。当。なんで。それだけは覚えてるんなんでで。ジラフを結構むずいじゃん、ジラフ。アリゲーターとジラフはアリゲラやめろ。ー。アリゲラーと。アリゲーター。なんでそこだけそうなんだよ。いやいや、自分指してるけど。アリゲラーじゃない。アリゲラー。アリゲーターじゃねえか。アリゲラー。はい、続いての問題はこちら。When Mr. Himura was a child, he loved beetles the best of all insects. 日村さん、わかる？うん、俺でもわかる。おう、なんでしょう。ミスター日村は子供の時、すべての虫の中でカブトムシが好きだった。正解です。ね。これが正解。これ結構ビートルズとかインセクトとかその辺に引っかかってる人がいますね。はい。富里の回答。ああ。いつ日村はビートルズが好きだったろうな。物思いにふけちゃった。いつ日村はビートルズが好きだったろうな。ね、まあビートルズみたいな髪型してる。それもあるね。憧れてるっぽいもんね。だから富里やっぱりビートルズだと思っちゃったってことですね。そうですね。坂口の回答。うん。日村は小さい頃、戦隊ヒーローのベルト集めが友達の中で一番優れていた。なんでこうなるの？なんでこうなるの？なんでこうなったの？坂口。はい。なんでこうなるの？何？ベルトに見えました。あ、ビートルビートルか。なんで戦隊ヒーロー。あと私の父と日村さんが昔幼馴染でしたよね。そそれで日村さんは戦隊ものをよくこう持って遊んでたっていうのを聞いてたので、いや、う。本当の話を書いてるわけじゃなくね。これを訳せっつってんだから。なんでこれ以外の情報を入れてくるの？だから。でベルトだと思ってつながりました。戦隊ヒーロー。面白すぎるんだけどこれ。さあ、弓木先生の答え。日村さんがチルド食品を好きなのを知っていて、最強のインストラクターが戦いを挑んできた。全然違う。どういうことだ。この日本語に訳してんのにこれを訳してくんないとよくわかんない。なんだ最強のインストラクターって。一個一個訳したんですよ。うんでチルドが最後にあってバトル押しかけてきた。バトル。ビートルね。あ、ビートル誰が一番かズ決めるザベストオブ。はいのめっちゃ最強の最後インストラクターもう最強のインストラクター。日村しか合ってねえよこれ。日村さんの村が違う。本日付さん。この人日付さん。日付さんじゃないのよ。日付さんじゃないの。当飛んだゴブレーで。飛んだゴブレ。まあまあこれは全然違うの。面白いね。岡本の回答。日村さんは冷凍保存された。小さい時に。怖い。めちゃくちゃ怖い。おい、かわいそうだよ。チルドなんで小さいはどこに来んのよ。なんかインって書いてあるけどちっちゃいんだろうなでベストって書いてあるから一番小さい時だろうなと思ってこれと。おっかない。なんだよこれ。これなんだ。これ大きいんじゃないですか。過去の人だと思ってる。いや、この人たちは過去の人たち。カンニング疑惑になっちゃうんでちゃんと説明を。35枚目シングルのタイトルがチャンスは平等に決定。
バースデーライブの配信視聴チケット販売中。こんにちは、佐藤楓です。配信中では焼肉三姉妹の企画を高齢化したいです。依田が裏肝付きのパーカーを作ってきてくれたので、次は3人でそれを着てまた焼肉食べに行きたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。